君は体が小さいから床山とか行司とか呼び出しさんとかそういう仕事もあるからそっちがいいんじゃないかと。いや、お相撲さんにならしてください。お相撲さん大好きな力士味噌です。おいしい。枝川親方、青木山の、はい。あの方新十両の時僕付き人してて、であの方は誰一人関取になると思ってなかった。親方チャンネル。はい、今日はですね、小倉にやってきました。小倉。はい、まあ多分後ろにちらちら見えてると思うんですけど、はい。今日はこちらにやってまいりました。はい。まず不動産ですね。はいどこに泊まろうかなというところでね。そうですね。宿舎探しから。違う。違うんですか。違う。元力士に会いに行こうという企あ画なので、はい、そうでした。すいません。でもどう見てもそちらの不動産じゃないです。あ、すいません、間違えてました。隣のですね、力士飯、はい佐賀泉さんにやってきました。はい。いやー、どこの部屋の力士だったんですかね。元時津風部屋の力士の方で、いろいろもう壁にですね、写真が、これ誰ですかね。大栄翔大栄翔。と横綱ですね。ですね。で、これがあれですかね。現役時代の佐賀泉さん。佐賀泉さん。ははあ。でこの力士がちょっとあれい。荒野山。荒野鯛の富士鯛の富士。はいこのお二人でのロケも初めてですよね。いはや初コンビですい。そうよ。ですね。どうですか。どうなんですかお二人。いやもうでもプライベートプライベートはそんなあれですけどでも場所では毎日会いますよ。15日間はいそうですね。は初対戦はもうジョニダンで当ジョニたってます。ダンぐらいでい叩き込まれましたし、いや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 。早速入っていきましょう。親方チャンネル。こんにちは。おいらっしゃいま失礼します。これこんにちは。たくさん。いらっしゃいませ。あ、お疲れ様です。そうです。いらっしゃいませ。最初今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。すみません、よろしくお願いします。今日お世話になりますは元佐賀泉の西森さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待ってください。お客さんがもうたくさん入られてますけど今日はどういう会なんですか。来られて相撲の集まり。相撲談義。北九州会。週会。うわ楽しそう。私たちのアジトです。あ、あじゃあいつもここで相撲話を。あ、はい。 16日目。 16日目があるんですね。はあ。参加したい。反省会。うわー、ちょっとそれちょっと力士にもちょっと聞かせてあげたいですね。反省会。正解。親方チャンネルファンです。基本。ファン。いやありがとうございます。それは。いやー嬉しい。それでは今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。親方チャンネル。はい。ということで、料理が出てきたんですけども、佐賀泉さんのですね、どちらの部屋だったんですか。僕は時津風部屋です。今現役の親方衆と同期だったりとか、そういう方がいらっしゃるんですか。立浪親方が同期ですね。ああの年代です。昭和62年入門なんで、年齢で言ったら54です。 54歳、はい。生まれてなかったです。まだ生まれてない僕は生まれてましたよ。あ生まれてる2歳2歳。うわはい。結構でかいな、そのさんは。入門のきっかけっていうのは何かあったんですか。うん、入門のきっかけで僕やっぱ体小さかったんで、はいどうしてもお相撲さんの大体スカウトとか来るじゃないですか。はい、はい。で僕京都のど真ん中だったんで、そんなに土俵がある学校もなかったし、大会があるわけでもないし、はい好きで家の近所に時津風部屋の講演会の人がたまたまいて、そんな好きだったらちょっと部屋連れてってあげるよって言われて、初めて行ったのが小学校6年生の時に時津風部屋に行ったんです。大阪場所の時にで初めて時津風親方に会って、はい
お相撲さんになりたいと。あと義務教育3年残ってるから中学行ってそれでも気持ちが変わらんかったらまた来なさいと。でまた行っちゃったんですよ。あ、そうなんですね。中学3年生でまた行っちゃったんですよ。ははいい。そしたらもうすぐ入門。いや、そしたら親方がですね、元時津風理事長、はい大関の豊山さんが、君は体が小さいから床山とか行司とか、呼び出しさんとかそういう仕事もあるからそっちがいいんじゃないかと。いや、お相撲さんにならしてくださいで入っちゃいました。そうなんですね。ちょっと場違いでしたね。いやいやいや、そんなことはないですよ。大きい人ばっかりで。何年ぐらいやられて？約7年。はい、そうですね。中学卒業からなんで、15歳から22歳までかな。はい、そうですね。そんな坂泉さんが作っていただいた今回、お料理のどんどん本からはいいきましょうか。まずこっちからこれはお相撲さん大好きな力士味噌です。はい。はい、これお相撲さんご飯に塗って食べたり。いや、うちはもう、きゅうりでもろきゅうにして食べてもらってます。ちなみにお二人のお部屋力士味噌は作られてますよ。はい、はい、作ります。作ります。はい。やっぱそれぞれ、まあちゃんこと一緒で力士味噌も本当部屋によって全然多分味が違ってくると思います。はい。全然違いますね。ですよね。作り手によっても違います。そうですね。材料とかも多分全然違うと思いますね。調味料とかですね。なんで多分その代々受け継がれてきたのをね、ちゃんこと力士味噌は部屋によって全然変わってきますね。昔はですね、力士このアンデシは力士味噌作らせたらうまいよっていう人とかいたんですもんね。ありました。そうですね。この人のがうまいとかですね。ぜひそちらから召し上がっていただいて。その前にもうエプロンだいぶちょっと気になってはいたんですけど、だいぶ早いなと思って。いやもう大きな海苔か何かですか。いやこれはもちなみに自前です。自前のエプロンでございます。もう常に持ち歩いてます。食べる気満々食べる気満々で、はい。はい。じゃあ早速どうぞ。いいですか。いいですか。じゃあありがとうございます。すみません。いただきます。いただきます。たっぷり乗せていいんですかこれ。たっぷりのしてください。はい。いただきます。おいしい。すみません。自分もいただきます。美味しいい。これもうご飯進むやつですね。ただきます。ああ、いい音。結構甘めの優しい感じの。はい、そうですね。自分らの部屋ちょっと辛め。辛め味噌辛いですよね、大体。はい。はい。これははい甘めちょっで。となんぼでもいけますね。優しさがある。うちはお客さんが家に持って帰ってトーストに塗ったとか、焼きおにぎりに塗ああ、った絶とか、対合いますね。よく言われますね。配合は企業秘密やったりするんですか。まあ企業秘密ですけど、時津風部屋伝統の受け継がれた味にプラス僕がちょっと手を加えて自分の色にはしてますけど、ごま油とかバターとか、バター。そっち系も入ってます。なるほど。それは言っちゃって大丈夫はい、大丈夫です。はい。ニンニクとか入れ。ニンニクは入ってます、たっぷり。あ、入ってるんですか。はい。ニンニク入ってるし、あと鶏肝とか、ああ、鶏ミンチ、あ、ミンチははい感じました。はい肝まで入ってるんです。肝を入れてます。自分の部屋軟骨入れますね。食感が鶏軟骨軟骨のミンチですね。はい。あとは青唐辛子。二種類作るんですよ。辛いやつと甘いやつで両方。2種類。はい。でもしょっちゅう作るもんじゃないですね。ああ、まあそうですね。年に1回大鍋で大鍋で作ってずーっとこう何時間もやるんですよ混ぜないね。かない。混ぜないとはいなんか焦げちゃったりする。結構大変なんです。はい。だからみんなで代わりばんこでこうやるんですよね。僕らの時はやっぱ必ず冷蔵庫に入れとかないとですね。うるさいアンデシがいっぱいいたんで、あんまり言えないけど。本当うまい。いや、美味しいです。ありがとうございます。親方チャンネル。これはですね、結構うち煮付けが皆さんお好きなお客さんが多くて人気なんですよ。魚はマグロです。マグロ。はい。いつも仕入れる旦過市場っていうところがあって、そこのマグロ屋さん、九州マグロってマグロ屋さんあるんですけど、はい。そこのマグロ今日買ってきたんですけど、マグロの尻尾です。百何十キロあるマグロの尻尾の部分の輪切りをそのまま煮付けてます。どうぞ。早速。すみません、いただきます。豆腐がもう染みてますよ。映ってます？
まっ。めちゃめちゃ美味しいです。あざっす。染みますね。全身に。めっちゃうまい。トロトロっすね。トロトロ。肉がまたマグロって感じじゃないですよね、こマグロの部位は。はい。はい。なんですかこのジューシーさというか。はい豆腐もいっていいですか。豆腐合う。豆腐合う。これはもうこれも飯ご飯いいっすか。飯ですねご飯合いますよ。タレをかけて食いたいあですね。絶対合う。はい。やはり魚に煮付けします。煮付けは本当にアラの煮付けとかやりますけど、まあたまになんでですかね。やります。魚はもう鍋になっちゃいあます。煮付けとかはそんな。やっぱ煮付けもセンスがめちゃめちゃいるじゃないですか。はい。難しいんですよ。いやですよね。はい。だからなかなかお相撲さんやらないですよね。難しいですやっぱこのプロの味になかなかならないんですよね。だからなんかもったいない感じになるんで、こちらに来て食べに来て。この味はここでしか味わえませんからね。はい。煮付けはお魚は結構月ごとで変わったりとかのことなんですか。まあいろいろ煮付けが皆さん好きなんで、業種自体は変わります。そうか、お魚うまいですもんね。九州場所になると市場にアラがなくなるという、あーそういう昔から言われてて、言われますよねはい。九州は甘い醤油で作るんですか。そうですね、甘い醤油ですね。九州って甘い甘い醤醤油でね。油ですすね。自分も宮崎出身なんで、この甘い醤油で慣れてるんで、はいお刺身とかもそうですけど、やっぱちょっと甘い醤油で食べると、あ懐かしいなってやっぱそういう気持ちになるんですよね。東京とかあっちの人はもうお餅をつけて食べるぐらいの甘さですもんね。そうですね。ちょっととろっとしてるじゃないですそうですねか。やっぱ最初びっくりされますよね。親方チャンネル。このお鍋は何という料理ですかね。もつ鍋風のちゃんこ鍋でもす。つ鍋風ちゃんこ。はい。普段塩ちゃんこともつ鍋風のちゃんこと2種類2種類。メニューにはあるんですけど、九州はですね、もつ鍋してとかってよく言われるんで、は本来もつ鍋って大体キャベツとかニラとか、い。はい。あんまり野菜も入ってないんですけど、そうですねはい。ちゃんこにもつ入れちゃえと。あ、ああ。そしたらまあ両方野菜もそうですね具だくさんではい。食べれるということですね。そうなるとまた普通のお店で食べるもつ鍋じゃない味になっちゃうんですよね。これがこれがやっぱり一番人気ですか。そうですね、人気ですね。はい。いややっぱ食べたくなっちゃいますよね。ちゃんこは。ちゃんそうですねこはちゃんこ本当に飽きないです。はい。はい。そしてやっぱ寒くなってくるとさらに食べたくなるという。そうですね。ね、やっぱり自分の部屋じゃないところのちゃんこも食べたい。そう。はい。やっぱこう全然違うから。全然部屋によ本って違いますからね。今日めっちゃ楽しみです。ありがとうござい当ます。楽しみです。もつが見てください。プリプリですよ。うん。野菜もたっぷり。このもつは牛の。そうです、牛です。牛。はい、牛もつです。あ、団子もありますね。この団子団子はもう時津風部屋直伝の。は、あ、直伝。はい。ということで、ちゃんこいただきます。スープからいいですか。あー、しみるー。すんごい美味しい。いただきますね。美味しい。じゃあ自分もいただきます。これは出汁から進みます。いただきもます。つ合いますね、これ。これも優しい味優ですね。しい。うまっ。これ玉ねぎの甘さがいいんだよね。結構玉ねぎ普通入れないんですよね、皆さん。はい。鍋に玉ねぎが入ってると、うわ、玉ねぎ入るのってよく言われます。はい。は結構甘み出ますもんね。い。相撲部屋のちゃんこ結構玉ねぎ入りますよっていう話はいつもするんですけど。はい。あ、そうです。団子もいただきます。美味しい。なんかいろんな食感がシャキシャキ感は何が入ってるんですか。シャキシャキ感はネギかな。ネギネギとあと生姜と。あ、生姜。はい。この出汁にめちゃくちゃ合いますよ。じゃあ団子いただきます。あ、柔らかい。柔らかいですね。まあ、結構生姜の効いた。はい、生姜ちょっと強めに。はい。はい。あー、この生姜がシャキシャキしてるんですね。そうですねはいはいはい。これはいいですね。美味しい。親方チャンネル。同期は何名ぐらいいられたんですか。
自分らは多分50人ぐらいだったと。僕ら160ああ、やっぱ違います160ね。人なのかな。確か。これはすごいですね。はい。今600人切ってるん切ですよ。ってるんで。で、1000名1000人いたんです。いたっすか。はい。その教習所がもうパンパンになってたってことですね。後ろまでいっぱいです。ははい。3面あるじゃないですか。はい土俵が三面はい。3番目の土俵もいっぱいでした。い。はい、僕らその3番目の土俵に入るのも怖いぐらいみんななんみんなでかかい血気盛んなやつばっかりやったんで。そんだけ人数いたら教習所の稽古も朝早いんじゃないですか。自分らの時は7 7時時ぐらいぐらいですね。だったんですけど。時間まで覚えてないですね。でも教習所じゃなくても部屋の時でも早い人で4時とか4時。起きてまだ真っ暗ですねましたもんね。は4時だったら一回トイレに起きてまたもでうもう一回一回寝るっていう。っていう二度寝の時間。はいい、4時とか起きてで5時ぐらいからもう稽古始まってたりしますからね。当時やっぱり人数も各部屋多かったじゃないですか。時津風部屋自体はその当時何名ぐらいだったあの時でもう30人ぐらいいたのかな、ちょっとよくそこまで覚えてないんですけど、部屋付きの親方たち9人いたんですよ。9人。はい。すごいですね。で朝4時とか5時とかに起きたら大広間、はい小広間全部掃除して、はい。でそこから座布団並べて、稽古中に親方衆がそこに9人並んで。緊張感がいやーちょっっと今でもやっぱり僕も本当何日か前時津風部屋行ったんですけど、はい当時と同じ宿舎なわけですよ。ああそうなんですね。で車で行ってパッと降りてパッと稽古場見るとですね、なんか気持ちがですね、分かる緊張感、ちょっとキュッちょっとなるちょっと締まる緊張ちょっと感ありますいまだにあるんですよ。はい当時思い出してたんですね。まあいい緊張感なんですけど、はい稽古終わって救命の給仕が始まるんですもんね。そうですね。はい。まあ自分らは昼から飲むことはないんですけど、飲んでますよみんな。やっぱあの時代はもう皆さんも丼ビール飲んで、あは結構何時ぐらいに飲むんですか。い。稽古はですねやっぱ11時とか11。時でそこからちゃんこ準備して食うのはまあ1時前後ぐらいから。そうですね。でお客さんやっぱ東京場所はそうないですけど地方場所になるとお客さん多いじゃないですか。はい。そうなったらやっぱり2時とか3時とか。片付け終わったらなんかもう夕方4時やとか4時になったらもう掃除が始まる掃除が始まりますね。でまたもう準備ちゃんと。そうちゃんちゃんとと準備ですね。休めいないやだからお相撲さんって食べたら寝るんでしょってよく言われるんですけど、です。はい。僕らの時寝るっていうことはなかったですねあ。ー昼寝できる時間はなかったですね。力士に聞かせてあげたいですね。いやですね。は当時稽古してるメンバーで強かったなみたいな。やっぱりですね僕一番時津風部屋で言うとですね僕の2年先輩はい。枝川親方青木山の、い。ああはい。はい、あの方新十両の時僕付き人しててであの方は誰一人関取になると思ってなかったおそんな。誰一人言って部屋の師匠ですら言ってましたからへそれなのにあの方はですね、はい鉄砲だけで強かったですえ。あの人ぐらい鉄砲してる人僕は見たことないですそれはどのぐらいやるんですか。何百回ぐらいやるんですかねもう毎日数じゃないってことですか。もう時間がそうですね時間をかけて。毎日今度お会いされたら聞いてください、はい僕はそうやって言ってたら、はいって照れ笑いするから僕はそれ見てきてるんであの方はやっぱりすごかったですね。やっぱりその積み重ねでってことですよね。そうですねやっぱり常上がっていったんですね日頃うちの師匠は四股鉄砲って言われてたんで、は四股と鉄砲をするお相撲さん多かったですね。親方チャンネル。引退してからはどういう形でこのお店がはい出すまでどういう感じだったんですか。はい、僕京都出身でですね今北九州小倉なんですけどはい全く縁もゆかりもなくてですね、はいはい、たまたま部屋の先輩が小倉でちゃんこ屋されててはいで小倉に来て魚の勉強しなさいって言われはた、はい、でもうお相撲さん辞めたら大体ちゃんこ屋じゃないですか当時、い。ああそう多いですかはい、でも鍋だけじゃもうこの先やっていけないからね。はいろいろ魚勉強してでフグの免許とかも取っておそうやって幅を広げた方がいいっつって、とりあえず小倉に来て魚の勉強しなさいって言われてで来たんです。は今もうなくなったんですけど小倉の駅の方にちゃんこ三熊ってあるんですけど、はいそこの大将がですね年代的に言ったらもう亡くなってだいぶなるもう80いくつになるのかな、はい先代の
北場山の枝川親方の付き人とか、はうちの師匠とかとで同年代の方なんで結構上の方ですけど、で小倉に来て何年ぐらい？そこにですね5年ぐらいだかな、 5年ぐらい。はい、あと和食屋さんに行ったり総合居酒屋さんに行ったり、そろそろしようかなと思って自分でやったんですけど、力士時代も結構厳しく兄弟子から学んだりっていうちゃんこそうですね、ちゃんこばっかり作ってましたね。あ、そうなんです。はい、入って何年かやっぱり稽古させられるじゃないですか。はい。はい、で体も大きくなかったんでなんか自然にちゃんこ作る、ちゃんこ長じゃないけど、はい当時マネージャーもいて、はで気に入られて買い出しも築地とか連れてってもらったりして結構ちゃんこ場にいる時間が多かったですね。その当時から料理の方はもう結構できてたってことですね。もともとお父さんが料理人なんで相撲がダメやったら料理しようかなっていう頭があったから、はい。だからできたのかな。京都に帰るみたいな選択肢はなかったんです初めは思ってました。か？はい。今でも帰りたいんですけど実はでももうこっち子供もいるんで、ああ、そうなんはい、もうこっちでいいかな。大阪もフィードラックでいいですけど、九州はまた違った美味しさがあってね、魚のね、はいこのお店自体はこれからもこの小倉で続けるということ。そうですね、もうここでずっと続けていこうとは思ってますけど、はい。はい、力士時代のですね、力士になって良かったことっていうのは何かあったりしますか？正直厳しかったですよね、あの時代は。厳しかって、でも今は思い返すと全部楽しいです。厳しかったこととかもうなんか分かるじゃないですか、はい厳しい。わかります。はい。ね、それで一杯飲むそう昔話に花が咲くじゃん。そう厳しいことも楽しかったことも全ていい思い出ですね、今は。そうですね。はい、そのおかげさまで今こうやって力士飯って肩書きでしこ名でお店をできてるっていうのはやっぱ嬉しいですよね、自分としても。全てがやっぱりいい思い出になるということですね。そうです、やっぱりですね、なんちゅうんですかね、こんな正直番付も上がってないこんなねしょっぱい元力士にですよ、親方チャンネルに出れるとかあります？いや、それはないっすよやっぱりこのちゃんこ料理が美味しいから。いや美味しいとこいっぱいあるんですけど、撮影で来てもらえるといや、それはもう人柄がもう。いやいやはいいやもうそういうのね。はい。そういうとこがやっぱりやっててよかったかなと、別に強くもなってないしどうのこうの関係なくやっててよかったかなって、元力士でよかったなって、いいですね。そうですね。は親方チャンネル。い。いやー、本日はありがとうございました。ありがとうございました。いいやー、本当美味しかったです。やー、本当に。美味しかった。いや、本当にちょっと申し訳にくいんですけども、親方チャンネル見ていただいた方に何か来ていただいた方に何かあればなっていうところがあるんですけども。はい、見てご来店された方、はい。はい、何かありますか？何かなんかあれですか？なんか一味一振りとか。いや、もうちょっとなんかもうちょっと欲しい。じゃあこれでいいです。あ、あ、力士味噌ですか？はい、歴史味噌のついたこのもろきゅう、もろきゅうこれいきましょう。ああー、食べれるんですか？いいんですか？これでいいです。これはありがとうございます。いいもうこれぐらい。じゃあこれは来ていただいてちゃんと見ましたよってはい言ってくれた、まあグループはい、の方に限定ってことですね。わかりました。これで。あ、ありがとうございます。いや、これ食べに来るだけでもいやー相本当価値ありますから。そうですね。で、これもらって、で、あとご飯と、ご飯で、飲んじゃいますよね。で、飲んで、でもう帰る。違うか。いやいや、これもちゃんこのね、ちゃんこともうこの煮付けもはい。食べないと帰れない、そうですこれ食べないと帰れないから、この料理もですね、この後しっかり食べて帰りたいと思います。はいはい。ありありがとうございます。がとうございます。わかりました。どうでしたか？いやー、もう本当に来てよかったです。いいやーろんな昔の話をそうでですすね、ね。聞けてですね。なかなかやっぱこう聞けないからですね。そういう貴重な、はい。はい、話をですね。全然違いますね、昔と今とじゃ。そうですね。まあでも今は今でね楽しい。あ、まあ、楽しくみんな頑張ってますから。はい。ということで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、シェアよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さようなら。